こんにちは。今日はこちらの USB 充電器を分解レビューしていきたいと思います。スタビリストというそこまでメジャーではないブランドの USB 充電器です。これを見つけた経緯なんですけど、Amazon で何か面白い USB 充電器がないかなと探していたところ、そこそこレビューが高くて、価格も激安とまでは言わないけど、そこそこ安い。しかもクラス最小最軽量という非常に魅力的なワードが並んでいたので、これは買って分解しないとということで入手しました。先に結果をちょい出しすると、放熱設計の部分では熱が上がりすぎる部分はありますが、充電器としての基本的な性能はかなり高いということは分かっています。使い方を選べばコスパの良い選択肢になるかとは思いますので、興味のある人はぜひ最後まで見ていってください。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。皆さん、今年もテクノフロンティアの季節がやってきました。2026年7月15日から17日までの3日間、東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級のメカトロニクスとエレクトロニクスの専門展示会です。無料で聴講できる講演やセミナーなど、エンジニアにとって役立つものが非常に多い展示会となっています。そしてその中でも一番おすすめしたいのが恒例の一見ラウンジで、今年のテーマは車載 EMC です。正直 EMC は分かりにくくて難しい分野です。でも今回はあえてそこに踏み込みます。完成車メーカーとサプライヤー各社のプロフェッショナルが集結して対談形式で登壇者に一見が EMC について深く切り込んでいきます。これから EMC を始める人、始めたばかりで EMC について詳しく知りたい人にはぜひ来てほしいです。詳細は概要欄の URL から確認お願いします。外観についてはよくある単ポート 65W の USB 充電器です。プラグは折りたたみ式です。他の 65W クラスのベストセラーの充電器であるアンカーナノ2 65W と比べるとそのサイズ感がわかりますね。Amazon の商品ページでクラス最小最軽量とは言っていますが、これはその製品が発売された2024年の4月頃のデータである点には注意が必要です。実際2026年現在の 65W1 ポートクラスの USB 充電器の最小級は CIO のノバポートソロ2 65W であったり、ユーグリーンの Nexold Air 65W ですからね。製品の裏側には英語で中国のメーカー名のようなものが書いてあります。調べてみると充電器とか USB ケーブルを作っている工場でした。製造の委託先がこの工場であるということかと思います。USB 充電器製品のあるあるなんですけど、工場で売ってる出来合いの製品にブランドのラベルを貼って中国以外の市場で販売するというのがよくあります。 ODM とか呼ばれているものですね。この製品のメーカーがどこまで自分たちで企画や設計をしているかは分かりませんが、製品ページを見ていると TDK の部品を使っているとか書いてありますので、使う部品などについては指定しているのかもしれませんね。充電の性能については PD 充電に対応しているほか PPS にも対応しています。ただ電流値の上限については 3.25A となっています。たまに PPS で 5A 流せる充電器とかもありますからね。次は重要な性能指標の一つである電力変換効率の測定を行いました。これは USB 充電器がコンセントからの交流電力をどれだけ効率よく USB 充電に使う直流電力に変換できるかを示すものです。効率の高い USB 充電器であるほど充電器内部で発生する電力損失が少なくなり、その結果発熱も少なくなります。実際充電器を使う人のほとんどが気にしない部分ではありますが、この効率の良し悪しが充電器本体のサイズに影響してきますので、実は結構重要な指標です。こちらが効率測定の結果です。横軸が出力電力、縦軸が電力変換効率です。ここ最近の USB 充電器らしく効率は全域にわたって高いです。最高効率は 20V の時に 92.3% でした。65W クラスの USB 充電器ですと効率が 91% を超えてくると性能は割と良くて 92% を超えるとかなり良い部類に入ります。またよく見ても出力電力が低い領域においても効率は 90% を超えています。低負荷な領域でも高効率な USB 充電器って実はあまりないです。珍しいタイプですね。ついでにコンセント電圧が 200V の時の効率測定も行いました。最高効率は 93.1% です。かなりいいですね。損失カーブも載せておきますので確認したい人は一時停止でお願いします。全体的な感想としては2980円で購入できる USB 充電器としてはかなりの上位ランクに入るくらいには性能は良いです。
効率測定でかなり結果が良かったので、充電中の温度測定結果もかなり良くなるかと期待していたのですが、予想に反してあまり良くない結果となりました。まずはサーモグラフィーでの測定結果です。これはフルパワー 65W で90分間連続運転した時の温度です。一番温度が高い部分は USB 端子のある面で温度は93度となっています。それ以外の面については70度台となりました。USB 端子面の93度は明らかに高すぎですが、それ以外の面の70度台というのは最近の USB 充電器ではよくある温度です。サーモグラフィーで測定した温度分布をよく見てみると、温度ムラが大きいので、内部の熱を筐体表面へ均一に逃がすのに失敗している雰囲気があります。こういった小型の USB 充電器では、充電器表面部分による自然対流による放熱はだいたい6割か7割ぐらいあって、残りの3割4割は放射による放熱です。ですので、もちろん表面温度は下げた方が良いんですけども、接触温度の規格で定まっている上限ギリギリまで持っていった方が、実は放射による冷却を有効活用できるんですね。充電器内部に入っている放熱材料って結構いい値段がするんですね。なのでコスト感を見ながら内部に使う充填材料の量なんかを調整したりもすることもあるそうです。ちなみに 50% 負荷の 32W で連続動作した時の温度分布はこちらです。最高温度は55度となりました。実際 USB 充電器を常時フルパワーで使う用途はノートパソコンを充電する時ぐらいで、バッテリーが一度満充電になってしまえばその後の給電電力は少なくなることが多いです。50% 負荷 32W の時でこのくらいの表面温度であれば問題ないかとは思います。次は温度測定のグラフです。温度が一番高くなる USB 端子の面に熱電対を貼り付けての温度測定です。充電中は常にフルパワーの 65W で電力を引き出しています。実験開始直後から温度上昇をし始めて、開始から60分程度で温度上昇は飽和して最高温度は91度となりました。かなり高いですね。このくらい温度が高くなってくると、充電器の機能としてサーマルスロットリングをかけてほしいのですが、今回の実験セットアップではサーマルスロットリングは起きませんでした。ちなみに 100% 負荷試験中に充電器の PDO を見てみると、供給電力を絞るようなリクエストをシンク側に送るということはしていませんでした。内部の温度や動作に関わらず、常に要求された電力を出し続けるような動作をしているのかと思います。いろいろですね、実験はしてみたんですけども、サーマルスロットリングの動作は確認できませんでした。実際の加熱で動作が止まるときというのは、電源 IC 類の加熱保護で止まるのかなと思います。では、ここからは分解していきます。こちらが分解したものです。このように筐体の中にすっぽりと収まっていたものを抜き出したものです。充電器の中身を見てみると、このように金属板で一周ぐるっと巻かれているような構造をしています。65W の充電器としては安い価格帯なので、中身はもうちょっと簡素な作りをしているのかなと思っていたんですけども、見た感じ結構お金がかかっていそうな雰囲気です。この金属板は USB 充電器が出す放射ノイズをシールドするという意味合いもあるんでしょうけども、この場合ですと放熱の観点から付けられているものでしょうね。内部の発熱源から金属板に熱が伝わって、その熱を筐体表面にさらに伝えていくという役割です。この中身については一旦簡単にばらしてます。充電器と金属板の間には青色の熱伝導系の材料が挟まっています。これは部品の凹凸を吸収して金属板に効率よく熱を伝える役割があります。金属板のない正面の部分ですね。これは変圧器です。サーモグラフィーで測定したように一番温度が上がっていた USB 端子付近には熱伝導系の材料はついていません。この部分に変圧器が見えているので、変圧器の熱が直で伝わっていたということでしょう。ここからさらに分解していきます。金属板が取れます。熱伝導シートの部分は実際こんな感じです。結構厚手ですね。基本的な設計としては部品同士をかなり密着させて小型に作っています。そして熱の部分についてもやはり密着させて熱をよく伝える。そして熱伝導シリコーンゴムで部品同士を固定しつつ熱結合して温度を均一にするという構成です。この部分電解コンデンサーがあるんですけども、熱伝導シリコーンゴムで防爆弁を塞いでしまっています。USB 充電器については本当に何でもありみたいな感じで、稀によくこういった設計もよく見ますね。
発熱の大きい部品である変圧器のすぐ横に電解コンデンサーがあるので、電解コンデンサ類の寿命は短いでしょうね。変圧器も取り外してみると、このように熱伝導シリコーンゴムを使って電解コンデンサーと熱結合されています。変圧器については 65W のフルパワーで使うと表面温度で90度を超えていました。変圧器自体の温度は100度くらいにはなっていると思います。そしてそのすぐ隣に電解コンデンサーがあるので、フルパワーで充電給電するようなノートパソコンでの利用ですと、充電器自体の寿命は確実に短くなるでしょうね。ただ逆に電解コンデンサーは中身はアルミでできているので熱はよく伝えやすいです。その熱伝導を利用して充電器全体に温度を伝えるという設計思想をしているのかもしれません。フルパワーで使わずにスマホのような最大でも 30W 程度の充電しかしないようなケースでは温度上昇はそこまで気にするほどでもないので寿命の観点では問題ないとは思います。ただこういった充電器自体は3年か4年使うと次の充電器へ買い替えることが多いかと思うので、設計時点でそこまで長期間の利用を想定していないのかもしれませんね。いずれにしても 65W フルパワーでの連続使用はやめた方が良さそうです。次は使われている IC チップ類を見ていきます。電源一時側のパワー半導体部分についてはサウスチップの SC3057 のオールインワンタイプのものが使われています。二次側のドライブ IC についても同様にサウスチップの SC3503 が使われていました。USB の PD コントローラーについても同様にサウスチップの SC2151A が使われています。回路的にはサウスチップが提供しているフライバックコンバーターのリファレンス回路そのままです。やはり充電器を作るとなるとサウスチップの IC 類を使うとソリューションとして回路が用意されていますし、やっぱり使いやすいのかなと思いますね。日本のルネサスも一次側のフライバックコントローラーや二次側の整流コントローラー、PD コントローラーをやっていまして、それらはベルキンの充電器で採用されています。なんですけども、やっぱりこういうのを見てみるとサウスチップは相当強いですね。日本のメーカーのルネサスには頑張ってほしいとは思ってます。というわけで Amazon で見つけたコスパ良さそうな USB 充電器を分解レビューしてきました。短時間であればフルパワー 65W の利用は問題ないですが、長時間の利用はおすすめしないですね。50% 負荷で長時間使うみたいな用途には合っていると思います。ただそうなってくると他の 65W マルチポート USB 充電器で1000円台後半で購入できるものも出てきますからね。小ささで選ぶのであれば十分選択肢には入りますが、サイズ感で選ばないのであれば他の選択肢の方が十分にあります。今回分解レビューした USB 充電器や他のおすすめ USB 充電器の購入リンクは概要欄にありますので、気になる人がいましたらぜひチェックしてみてください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。